こんにちは、三宮オーパ店デジタルマーチャンダイザーの萩尾です。DJ 萩です。今日はついに来ました CDJ3000、こちらの紹介をいたします。2000 Nexus 2もね一緒につないでますので、比較しながら比べてみようと思いますけれども、3000の機能をご紹介しようと思います。よろしくお願いします。圧巻ですね。いいっすね、このセットね。ということでね、もう早速紹介していこうと思いますけれども、まず CDJ3000 何が変わりましたかということで、大きいとこからまず外観から紹介していこうと思いますが、まず CDJ3000 はドライブありません。なので CD がどうしても必要な方は2000 Nexus を買っといた方がいいと思います。3000は CD ドライブないけど CDJ というネーミングと。パッと見て違うなと思うのはまずディスプレイですよね。ディスプレイのサイズが7インチから9インチに変わりました。これによって情報量が増えるんですけど、でかくなっただけじゃないです。一番驚いたのが曲を表示してるリストなんですけど、これがね、明らかにこれ曲数が違いますし、こう動くんですよね、これが。やっとこれができるようになったと。もうなんか前これ出た時もみんなこうやってたけど、タッチパネルっていうからならなかったんですよね。これができるようになったと。これかなりでかいと思いますよ。ディスプレイの明るさが2000はユーティリティの中の下の方のね LCD ブライトネス、これで1から5までいけたんですけど、これはねショートカットのところに入ったんですよ。めちゃくちゃ便利で、だいぶ明るくなってると思います。 1.5 倍らしいです。ディスプレイに関しては後で細かくやるので、ここではこんなもんにしときますね、紹介は。で、あと皆さんお気づきのホット Q CDJ2000 Nexus でもこれとこれの切り替えで1から4と5から8って言って8個いけるんですけど、これはね切り替えなくてもよくなりましたね、こうやって。でさらにここがこうなるわけですよ。これだとこうだったのが、これがこうなるので、明らかに見やすくなってます。単純に8個使えるってだけでもでかい。シンク機能、シンクのところにですね、ビートシンクとともにこれがつきました。T シンクね、今 F マイナーってなってますね。でもう片方が今 A フラットマイナーなんですよね。でこれを押してみるとポンと変わると、これがついたということですね。あとさらにシフトができるようになってますね。音程が変えれるようになってますね。でこれによってみたいな感じのね、なんか面白いんじゃないかと思います。はい。あんまり得意じゃない、こういうの。あとビートジャンプ。これね、これがつきました。設定で、これ1回押したらどんぐらいビートジャンプされるかっていうのが、このショートカットのところで選べるんですよ。1分の1、1拍、2拍、4拍、8拍とかですね。8とか16で1小節、2小節前に戻すとか、そういう感じで使ってもいいんですけど、僕結構この2分の1が好きで、これにしとくと、例えば、これを再生しますね。再生して、これを押すと、コピーされて同期再生するんですよ。で、このビートジャンプを押します。こんな感じのプレイが簡単にできるんですけど、2枚使いなんですけど、反拍ずらしして遊ぶプレイですね。これが簡単にすぐ作れます。あとあれだ、ビートループにページがあるんですよね。1ページ目、2ページ目あって、1ページ目だと普通のよくある偶数の拍数なんですけど、2ページ目に奇数拍が出たということで、ちょっと変わったループが組めるという感じですね。前から2000にも近いのはあったんですけど、これがこれで2ページ目こうやったら出るんですけど、この3、6、9、12のね間、この辺がつきましたっていうので、これが面白いんじゃないかなという感じですね。あと電源ね、言うの忘れてましたよ。ロック式になりましたね。これによってちょっと引っ張ったぐらいで抜けなくなったので、現場でかなり便利じゃないかと思います。ジョグがかなり良くなってます。ちょっとこの手触りも良くなってるんですよ。なんかレコードっぽさが増してますね。これ目が細かすぎたんですけど、ちょっと目を粗くしたことによってレコードっぽさが出たという。これ結構触り心地良くなってますね。であとむちゃくちゃ滑らかです。これはちょっとやってみると、一番軽くするとこうなってたのが、こっちだと全然です。めっちゃ回るし。せーの。全然滑らかですね。で音も少ないですし、触った感じがものすごい滑らかですね。重くした時も重いんだけどぬるっとした重さ。こっちはなんか
ちょっとブレーキかかった感じがすごく感じるという感じになってますね。あとディスプレイつきましたね。ここにジャケットが表示できます。あと曲の一番最初に戻った時、前はここで止まってたんですよ。ここより前に戻んなかったんですけど、3000はこの辺まで戻ります。なんで結構スクラッチの人とか特に喜ぶ人もいるかもしれないですけど、ここにホットキューつけといて、ここが戻んないからこう止まった状態になってたんですよ、今まで。それが戻ることによってこういうのができるようになりましたよね。こっからスタートする曲とかでもボンとレコードっぽく使えるようになったと。これだと戻んないんですよ。こっから戻んないんでこうなっちゃうんですけど、こういけるようになったんでちょっと気持ち悪さが減ったという感じですかね。あとこれですね。4押すと4拍繰り返されますよね。ただ8がつきましたね、今回。4だとちょっと短すぎるという時にかなり便利だと思いますよ。8の方が曲っぽくなりますから。さらにこの状態でこっち押すと半分になっていきます。って感じの使い方ができますね。8がついたという感じですね。細かくこのディスプレイの中身ね、結構いろいろあるんで、ここ紹介しようと思います。これ何が変わったか。で、まず波形がね、反対側の曲の波形が出るので、例えばインスタントダブルとかやると分かりやすいんですけど、こうね、小節の頭とかが分かるので、ものすごい使いやすくなってます。あと3バンド EQ のカラーモードですね。これパッと切り替えれるんですけど、昔の RGB の方が良かったらこの表示もいけますし、こういうやつですね。で、これ3バンドモードって言って新しく出た波形モードですね。これが良かったらこっちも簡単に切り替えれます。個人的にはこれだな。このトラックが便利になったというのがいいですね。あとここで文字の大きさ変えれますし、このソートボタンね、ここパッと押すとソートが簡単にいけます。BPM で並び替えとか、キーで並び替えとか、トラックネームで並び替えとか、あとここにね、いろいろアーティスト名とかも持ってこれますので、アルバム名ですもいいですし、レートでもいい。ここにいろいろと出せるんですよ、表示が。これがめちゃくちゃ便利ですね。あと、ここのね、波形のところなんですけど、DJM900 Nexus 2のこの Q ボタン、これを押して、こうクリックすると、ヘッドホンから聞こえてきます。押してないと聞こえないです。だからスピーカー側には行かないで、ここを押した時だけこのプレビューモニターがついてます。これ結構やばいですよね。1個注意点として DJM900 Nexus 2でもファームウェアバージョンがあるんですけど、これが 2.0.7 の最新のファームウェアに上げとかないとこれできないですので、注意してください。あとは、DJM V10。この2機種であればこのプレビューモニターが使えますので、3000使うときはもう900 Nexus 2が必須という感じですね。これやるときには、これ CDJ3000 と DJM900 Nexus 2、これをね、こういうスイッチングハブっていうので、繋いでおく必要がありますので、そこだけご注意ください。これないと、ここから出てきません。あとあれだな、曲の読み込みが MPU っていうのが、要は CPU みたいなね、マシンの処理をするやつが入ってるんですけど、それがものすごい速くなったということなんで、ちょっとやってみようと思うんですけど、同じ曲を同じタイミングでペッと読み込むっていうのをやりますね。せーのでいきます。せーの。って感じですね。ちょっとやっぱだいぶ速くなってます、読み込みが。これが現場でプレイするときにでかいと思います。ホット Q 読み込み待ちみたいなのがちょっとある機種があったりしますので、速いに越したことはないです。あとは内部処理が32ビット 96kHz にアップしましたので、かなり細かい生っぽい音がしますね。同じ曲かけてみましょうか。まず 2000 Nexus 2。次こっち。でっかい音でやるとね、違うのは分かると思いますよ。良くなってると。あとちょっといくつか機能を紹介しますと、このショートカットがめっちゃ便利になってますね。ウェーブフォームキュレントポジション。これも結構面白いと思う。これ今ここに真ん中に赤い線があって、ここが今再生されてるポイントなんですけど、レフトってやるとこの辺に来ますね。だから先の拍数がよく見えるようになると、ここにね、出てますね。4拍ここですって感じますけど、ここが4拍目ですね。1、2、3、4ね。で、これがレフトにすると8拍よりちょっと先まで見れるので、僕としては便利かなと思います。ここがね、1個になってるんですよ。これ。リリースなのか、タッチなのかみたいな。今タッチになってるんですけど、タッチが止めた時のね、やつですね。リリースにすると、スタートの時でね、
やつですね。で、タッチ&リリースにすると、スタートもストップも遅くなるんですね。僕はこのタッチがおすすめです。ストップがゆっくりでいいので、2000はね、両方スタート、ストップってあるんで、こっちの方がいい方もいると思いますけど、多分、スタートいじりたくない人も多いんで、これで十分だと僕は思ってます。はい、ということで CDJ3000 の紹介をいたしました。いかがでしたか？ 2000 と比較してかなりパワーアップしたポイントあると思いますけれども、私がポイントかなと思ったのは、やっぱりこのジョグが滑らか、ものすごい滑らかです。と、ホットキュー。ここはもうポイント高いと思います。8個使えるけど使いづらいっていうのがもう気持ち悪いとこがあったと思いますので、まあここがでかいですね。あともう1個、ディスプレイの滑らかさ。これね、こういうのができるっていうのと、あとでかいので曲数表示が多いと。逆側の波形でのもでかいですね。あとプレビューモニター。そのあたりがいいと思います。あとは読み込みの速さ、音質の良さ。そこがポイントになるということですけれども、まあ今後 CDJ3000 がまあメインの機種になっていくんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか？今日の紹介は以上になります。ありがとうございます。